あなたはマリアが大切にしていたライオンのぬいぐるみ、サク太郎ですよ。この山は煉獄山。あなたは今煉獄山のふもとにいるのです。魔女さん、僕はマリアのところへ帰りたいです。帰らなかったらマリアがきっと泣き止みません。どうやったら帰ることができますか？この山のてっぺんに至れば帰ることはできるでしょう。ただしそれはとても大変な試練です。その試練に耐えられたら僕はマリアのところへ帰れますか？帰れます。ですがそれはあまりに大変なことですよ。ウリュウ、マリアのところに帰れるなら僕は何でも頑張ります。ここは第一巻、高慢の罪を清める場所です。ご覧なさい。ここでは生前に高慢の罪を犯した者たちが重い石を背負って歩き続けなければなりません。お前には高慢の罪がある。その罪を清めなければ上へは行かせん。ウリュウ、僕にはどんな高慢の罪があるのですか？お前はマリアには自分がいなくてはダメだと決めつけている。ぬいぐるみの分際でとんだ思い上がりだ。お前には高慢の罪がある。さあここで良いというまで岩を背負い続けるがいい。ウリュウ、わかりました。お兄さんがいいと言うまで頑張ります。それをお兄さんに怒られてしまったんだね。頑張ろう。サク太郎、よくぞ頑張った。お前の傲慢の罪は清められたぞ。お兄さん、ありがとうございます。上へ登ってもいいですか？よかったですね、サク太郎。さあ上へ登りましょう。マリアは僕がちょっと汚れてるくらいで嫌いになったりはしないよ。さあ上へ登ろう。ここは第2巻、嫉妬者がまぶたを縫い止められて歩き続けなければならないところです。お
前はマリアとその母親の関係にいつも嫉妬していただろう。その罪を清めるまで上へ登ることは許さん。ウリュウ、それも僕の罪です。ここの試練も頑張ります。お前はぬいぐるみだからまぶたがないではないか。ではこうしよう。お前の両目の黒い布をちぎってしまおう。よく耐えた。お前の嫉妬の罪は清められたぞ。さあ、お前の目を返してやろう。ここは第3巻憤怒の罪を清めるところです。お前はぬいぐるみの分際でマリアとローザ親子の関係を憤怒したであろう。その罪を清めるまで上へ登ることは許さん。ここは第4巻怠惰の罪を清めるところです。お前はマリアと楽しく日々を過ごし、マリアが自立し勉強する機会を奪い怠惰に引きずり込んだ。その罪を清めるまで上へ登ることは許さん。ここは第5巻貪欲の罪を清めるところです。僕はマリアに誰よりも、そしていつまでも、昨日までよりも愛されたいと常に願ってきました。それが貪欲の罪になるかもしれません。分かっているようだな。ここでは地に伏してその罪を悔い改めるのだ。ここは第6巻暴食の罪を清めるところです。ウリュウ、僕はマリアが一人ぼっちでお留守番をする夜によくお菓子パーティーを開こうと言ってました。寝る前にお菓子を食べるのはいけないことだと知っていたのにです。それは暴食の罪になると思います。分かっているようだな。ここでは食べ物を前にその罪を悔い改めるのだ。
作太郎、本当によく頑張りました。あなたは天国へ行くことを選ばない代わりに、ベアトリーチェの魔法で再び人間の世界によみがえることが特別に許されました。僕はこんなにもみすぼらしい黒ずんだ綿の塊に過ぎません。こんな僕が本当に作太郎なのでしょうか。マリアは本当に僕を作太郎だと分かってくれるでしょうか。あなたをあなただと認めてくれるかどうかは誰にも分かりません。それを知ることが恐ろしいなら、あなたは天国へ登ることもできるのですよ。どちらにしますか？天国でも人間界でも、どちらを選んでもよいのですよ。ウリュウ、僕の答えは決まってます。マリアはあなたが作太郎だと分かってくれないかもしれませんよ。マリアが僕を分かってくれるかじゃないんです。僕がマリアの近くにいたいんです。僕のことを汚い綿の塊だと思ってしまってもいいんです。わかりました。それではあなたをベアトリーチェの魔法に委ねることにしましょう。六軒島のベアトリーチェのもとへ？いいえ、違います。あなたの試練の間に新たなものがベアトリーチェの名を受け継ぎました。そのもののもとであなたはよみがえります。その無限の魔法による奇跡で。